ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ゲンハイファイの新商品、ゲンハイファイ C を。ゲンハイファイは、有名な代表シリーズ、G シリーズ、平面駆動ドライバの低価格化の講師となった、P シリーズ。そして、この低価格ブランドの低価格モデルとかいう C シリーズと、有力なモデルを多数放得る、中華イヤホンブランドだ。個人的には、特に最近のトレンドとして、過去に低価格で発売したモデルを、生産設備を有用できるからなのか、さらに低価格化してリリースするような状態の C シリーズに注目してるぞ。さて、そんな C シリーズとして投入された C を、すでに C2、C3 とリリースされてる C シリーズに、新しく投入されたわけなんだけど、C2、C3 だけでも、過去のモデルの仕様を引き継ぎながらしっかりと低価格化に成功してる状態なんだけど、今回の C5 は、低価格ブランドと見せかけて、ゲンハイファイ初のドライバが採用されてるんだ。C5 のドライバ内訳は1ペン 10mm の正方形型平面駆動ドライバー。面積換算で 12mm の直径を持つ平面駆動ドライバに近いサイズなので、低音の表現力に必要なサイズはしっかり確保されてる。これに、バランスドアーマチュアを組み合わせたのが、C5 の特徴だ。なんかどっかで見た気がしない？しかも不高いほど。そこら辺の記憶がしっかりしている人はご存知の通り、この構成、キネラセレストガミホと、TRN 現部ですでに採用されてる構成なんだ。どのイヤホンも、B8 正方形 10mm 平面ドライバを採用する、という方針に走ったのは、偶然とは思えない。工場、部品、何かしらの関連はあるんだろうな。この構成、もともと、キネラのセレストガミホで初めてお目見えしたものなんだけど、ガミホは新構成だから、どんな音がするんだろう、という期待とは裏腹に、キネラらしく堅実にまとめてきた一台だった。その後に、TRN 現部が登場するんだけど、今度は TRN らしいドライバの特性もろ出しのイヤホンになってたな。で、今回登場した C5 はどんなバランスになっているのか、メーカーをまたいで、同じ構成のイヤホンを楽しむことができる。っていうのも、中華イヤホンの楽しみと怪しさと香ばしさの一要因だよな。詳しく見ていこう。C5 は、ゲンハイファイの過去作、ゲンハイファイ T2 プラスを思い出す、なだらかなカーブによって構成されたハウジングを持っている。これはアルミ製で、重量も軽く、質感も良い、手垢なども残りにくく、装着感にもストレスのない、良い外装だと思うな。ちなみに、T2 プラスを彷彿とさせるとは言ったんだけど、設計としてはかなり別物。外形もかなり異なるし、T2 プラスの頃は、2ピンではなく MMCX を採用していた。今回は、非埋め込み式の標準的な2ピン端子が採用されてるぞ。遮音性については、本体が軽いのでそこそこ、音漏れに関しては、背面にベントを持たないため、なかなか悪くない、軽量かつ癖のない形状をしているので、誰でも安心して使うことができるんじゃないかな。付属品は、イヤーピースがいくつかと、ケーブル、そして、最低限の巾着型ポーチのみ。これは、付属品を収納しておくためのもの、くらいに思っておいた方が良いと思う。押しつぶされちゃうと、イヤホン同士がぶつかって、傷ができちゃうぞ。C シリーズは本体の価格を抑えるためか、他のゲンハイファイの製品に比べて、パッケージや付属品がシンプルな印象を受ける。イヤホン本体以外がシンプルな方がありがたい人には、これくらいの方が望ましいよな。というわけで、外観に関してはこんな感じ。装着感に癖がなく、軽量な外装、良好な付属ケーブル、最低限のパッケージ、何も不満のない一台だ。お値段はだいたい1万円くらいとなっていて、ガミホや現部に比べるとお高めだけど、ガミホの後継として登場した、BA ドライバーを搭載していない、パンダモンとは競合する価格帯。またお安く作った同構成が来るよりは、外装なんかを考えて作ったセットの方が、新しさはあるよな。ただ、ドライバ構成が、ガミホや現部に近いので、今回は、この2台と比較しながら話をしていこうと思う。それと、価格的に近い、KZ の PR1 バランス、PR1 ハイファイとも比較しておこうか。で、今回のゲンハイファイ C5 の印象は、うまくまとまってる。ガミホと同様にかなりうまくまとめた仕様ではあると思うんだけど、高音域がより柔らかで、低音域がより淡白なガミホと比べると、せっかくハイブリッドなんだから、そこら辺ちゃんとしなきゃ、という音になってる感じがする。でもって、もう一台の競合相手である、TRN 現部と比較すると、現部がやりたい放題にやっているところは、ある程度抑えている感じだ。つまり、ゲンハイファイの考える、程よきバランスに仕上がってる、というわけ。平面駆動イヤホンとして、高音域、特に、鋭い金属音がせんすぎるようになるバランスでもなし、かといって、低音域が不足している感じもない。
ちゃんとなってる。この低音域がちゃんとなっている、という表現にはサブベースも含まれる。1ダイナミックドライバ的のうまく鳴らしてるイヤホンみたいな感じもするんだけど、中高音域のディティールには、1BAHSPD らしさはちゃんとあるので、弦部ほどわざとらしくないのが欲しいけど、ガミホだと淡白すぎる。そんな、ちょうど良さを求めているユーザーにおすすめだ。現ハイファイの他の商品と比較してみると、同じ C シリーズ最低価格の C2 に比べると、若干オウムな感じ。高音域の出方は両方程よい塩梅に調整されているので、そこで現ハイファイを好むユーザーにはきっとちょうどいいだろう。C シリーズの弟分、C3 と比べると、本体が若干小さくなって軽量化、より装着しやすくなっている。C シリーズは数字が進むほど、今のところ装着感は良くなってる感じがするな。C3 と比較した時には、やっぱりダイナミックドライバの方が、サブベースの表現は得意。こちらの方が、中高音域から中音域あたりの明瞭さで一歩勝る、といったところ。程よい平面駆動っぽさ、程よいバランス、と、実用で長く使えるイヤホンが多いのも現ハイファイ系の特徴だな。KZ の PR1 シリーズは、ちょっと平面駆動っぽさというか、一部の高音域が突出する印象があるんだけど、BA を積んでいるこっちの方が自然なのは、やっぱ KZ だし。となるな。逆に、そのバランスを逆手に取った PR1 プロまで行くと、いい勝負になると思う。より自然なのは C5 だけど、単純にサイズがでかいので、サブベースの表現力に関しては PR1 シリーズの方が優れる、といった感じだった。で、こんな感じで見てきたけど、C5 は買いなのか、と言われると、あくまでフラット系なバランスが好きな人で、かつ、若干中高音域以下が整理されてる感じがする、といった印象なので、あんまり派手じゃないイヤホンが好き、でもあっさりして欲しくない、刺さる音や多すぎるベースは嫌い、でも中音域が突出するような音も苦手、といった塩梅の人におすすめしたい。音色を分解してみようか。高音域、BA ドライバと金属外装のおかげでさっぱりと分離するんだけど、刺激的な音はしないので、BA 金属外装、という期待値からは結構マイルドな感じ。中高音域くらいまで、この小気味いい明瞭さは続くので、ここら辺が、BASPD 構成の馬味なんじゃないかなと思う。中音域、結構温かみも出せてる。同じような構成の弦部はここがかなりキレの良すぎる感じで、ガミホは C5 に近いアプローチなんだけど、他のところにもこの温かみが若干被ってる印象があるんだよな。そう考えると C5 がベストバランスと感じる人も多いはず。そして低音域、ちゃんと出る。ただし、強くは感じない。ガミホに比べると、ちゃんと骨が通ってる感じがして、こちらなら違和感なく聞けるはず。逆に、もっと低音域はほどほどでよろしい、と考えている人には、ガミホの方が合うはず。ただ、ガミホはかなり曲を選ぶぐらい低音を絞ってるのに対して、こっちはそこまでじゃなくて、十分に量感を期待できる音量だ。とはいえ、13mm クラスの平面駆動より表面積がちっちゃいのと、ダイナミックドライバに比べて、サブベースのパワフルさでは一歩譲った感じになりがちな SPD なので、あくまで程よく力強い、くらいまでに止まるな。同じ平面駆動で、よりでかいドライバーを持っている、B1MAX と比較すると、中高音域がより明瞭で、程よいバランスに感じる。お値段が違いすぎるけど、現ハイファイ P22mm 平面磁気駆動と比較すると、あちらはバキバキの高音金属音表現モデルなのに対し、こっちはまんべんなく聞こえる感じだな。価格を無視して全域の程良さ、というところで考えると、歴代現ハイファイの中でもトップクラスに良いバランスだと思う。空間表現に関しては、自然な感じ、印象が残る感じではなく、のっぺりとしている感じや近すぎる感じもない、自然に聞いていられる程度のバランスだ。というわけで、現ハイファイ C を、今までで一番程良い、SPD 機、または、今までで一番程良い、現ハイファイの平面駆動機、SPD っぽさや BA っぽさはそこそこ出てるくらいの塩梅なので、スペックじゃなくて、現ハイファイの新作、として見て購入すると後悔がないんじゃないかな。よくできている。検討に値する一台だと思うぞ。と、こんなところだな。ここまでつるんとしたイヤホンって、実は一周回って珍しかったりするので、シンプルで、幅広く長く使えるイヤホンを探している人にはすごく刺さるかもしれない。といったところで今回はここまで、